妊娠前とママになってからのトギちゃんのお顔がいい意味で変わったように見えるのですが、自分でもママになる前とママになってからの変化って感じますか？見た目でも内面的なものや体質的なもので。まず内面的なもので言うと、辛いものが結構ダメになっちゃった。なんでだろう、今まで結構ペロッと食べてたものがなんかすごい味覚が敏感になったのかもしれない。見た目どうなんだろう。お顔が変わったいい意味でって書かれてて、ちょっとでもなんか柔らかくなったかもしれない。どうなんだわかんないけど、なんかもともと顔が結構きつい顔なんですよ。つり目もあるし、でも化粧自体はそんなに変えてないんですね。なんかちょっと老けたのかななのかもしれんね。どっちだろうわかんないけど、なんかちょっと穏やかになったかもしれない。パーソナル診断とかってやったことありますか？私的にはトギちゃんサマーさんかなって思ったけど、トギちゃんのメイクとか服とかで使ってる色が可愛くて大好きです。これパーソナルカラー診断1回やりたいなと思って、でまだやったことがないんですけど、ちょっとね試しに動画でやってみるのもありだなって今一瞬ふと思った。いつも楽しい動画をありがとうございます。動画撮影の時は服は上しか着替えてないんですか？これさ、私も動画で何回も言ったことあるけど、本当にさ、下はもう毎回一緒っていうか、2つのスカートをローテーションしてる。これマジでこのスカートともう1パターンあるもう1つのスカートとローテーションで履いてる。で楽なんですよこれが。なんかロングだとさ、下吸ったりとかさ、立ち上がる時に踏んじゃったりとかするけど、しかもここさ、ほらチャックだから、これシャーッと開けて脱いだり履いたりも楽だし。ちょっとごめんなさい、これはもう本当に手抜きです。上だけ変えてれば上しか見えないだろうっていう前回もコメントに書かせていただいたのですが、韓国での幼稚園選びで大事にしたことと日本との違いを知りたいです。今ちびもち娘は韓国の保育園に通ってるんですけど、決めた理由は、3つかな。家から近いこと、できれば国立、先生が優しそうこの3つ。家から近くないと急な呼び出しとかって多いって聞いてたから、そういう時のためにすぐ行ける場所にあったらいいなって。毎日送り迎えとかもね、車とか出さなきゃいけないってなるとめんどくさいから、もう歩いてすぐのとこがいいと思ってっていうのと、あと国立ですね。国立の方がなんかね、私前もって調べたんですけど、日本はちょっとよくわからないんですけど、韓国の場合国立と私立と、あと会社が併設してる保育園みたいなのが種類が3つあって、ちなみに韓国って保育園のことを折日って言います。折日で、この中で保育資格をちゃんと持ってる先生がいるのが国立って聞いたんですよ。でなんかやっぱり国からお金が出てるから、結構仕組み施設とかもなんか良かったりとか、食べ物面とかもいいものが出るよって聞いてたので、国立の幼稚園狙いで行きました。って言ってもやっぱりね、韓国って待機児童が多いから、私が今ちびもち通わせてるとこも300人待ちだったんですよ。これちょっと似たような質問があったな。ちょっとこの話後でまた質問出てたら話します。とぎもちさんの動画を見始めたのが16歳の時なのですが、もうすぐ20歳になります。20歳までにやっておいた方がいいこと、20歳になる前に覚悟した方がいいこととあったら、人生の先輩として教えてください。私結構大学生の頃に今後の生き方を考えなきゃな、もうレールに乗った人生って大学で多分終わりだろうなって思った頃に、本屋さんとか行くと20歳までにやっておくべきこと、30代でやっておくべきことみたいな本って自己啓発本になるのかな、そういうものを読み漁ったんですね。自己啓発本って言うんじゃないかもしれないんですけど、会社を起業するためにとか、どうやったら人は成功するのかとか、お金の増やし方とか、そういうものを本を結構手当たり次第に読みまくったんですね。一番読んでたんですけど、本田健さん、その方の本とか、あと堀江門さん堀江門さんの本とかもめっちゃ読んだな。もし何か目標が今ないんだったら、そういう本を読むのはおすすめしたいな。あとはバイトはね、いっぱいやっていろんな経験をつけておくのいいなって思ったりもするし、あとね、これ前動画で言ったことあるかな。なんか私大学の先生に言われたことが、何かチャンスが来た時にこういうのやってみませんっていう話が来た時に、絶対自分ができないって思うことでもやってみます、やりますって進んでやってみた方がいいよって言われた。それきっかけでできるようになるからって。何でも自分で予想してこれはできないって思うと、自分ができることにストップをかけちゃうことになるから、無理だって思ってもでき
きますって言ってできますって言っちゃった以上はもう努力するしかないから、その分すごい努力してその実力がつくようになる。そういう実力を増やしていくっていうことが大事なんだなっていう。いつも楽しく見てます。保育園事情を知りたいです。どんな条件で預けられるのか、助成などあるのか、個人事業主として預けているのか、よろしくお願いします。韓国の保育園オリニチップ、さっきもちょっとちらっと触れたんですけど、待機児童がすごくって、韓国ってそもそも待機児童がすごいじゃないですか。でその中で申請出した人は点数順に上から取っていかれるんですよ。点数とあと順番みたいな感じで、点数が高い人の方が早く入れるんですね。点数って何かっていうと、両親が共働きかでプラス何点、外国人でプラス何点、子供の兄弟が何人兄弟かでプラスまた何点何点って追加されたりとかで、その子のポイントが決まるんですけど、うちの場合は共働きだし、私個人事業主なんで、さらに外国人だったりとかっていうポイントが重なってちょっとね優先されて早く入れたりはした。ただめっちゃ早く申請出しました。ちびもちが生まれてから速攻申請は出しました。でやっと1歳が来てそこで入園できたって感じですね。今まで質問で何回かあったんですけど、YouTuber なのに保育園入れれるのみたいな感じで聞かれることがあったんですけど、私自身仕事が YouTube の仕事だけじゃないし、さらに言うと YouTube の仕事だけにしても結構ね撮影したりとか編集したりとかで場所が家なだけでちびもち見ながらの仕事って結構厳しいんですよね。やっぱりね他にもいろいろやってて忙しいので保育園は預けないとやっていけないですお世話になってます。いつも楽しく拝見しています。7ヶ月になる息子がいるのですが、離乳食が全く進みません。ちびもちゃんはどうでしたか？工夫してたことやよく食べたよっていうものがあれば教えてください。ちびもちね、結構離乳食始める最初の方からもぐもぐ食べてたな。あんまり困った記憶はないです。ただね今日よく食べるなと、今日なんかあんま食べないなっていう日はもちろんあったんですけど、よく食べるなっていう日はご飯食べさす前にちょっと授乳する。もうお腹パンパンになるぐらいはダメだけど、ちょっと授乳してから離乳食をあげるとなんか比較的いつもより食べるなとは思ってました。あとはバナナとかをすごい潰してやってあげたら、ちびもちはバナナが好きですごく食べてましたね。多分子供によると思うけど、あとねパンがゆはすごかった。本当に今日全然食べないなんて時でもパンがゆあげたらもうもりもり食べる。くれ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 みたいな感じで。質問です。ちびもちゃんにはどんな習い事をさせたいですか？この質問結構あった。いくつかさせたいのがあって、全部させるのはあれだから絞らなきゃなとは思ってるんですけど、バイオリンとピアノと水泳はやらせたいなって思ってて、クマさんはねやっぱ韓国人だからテコンドーやらせたいって言ってた私なんかテコンドーはどうなんだろう。なんか友達作りにもいいだろうし、悪くはないんですけど、だから私なんか自分がバイオリンとピアノを習ったから、特にバイオリンに関してはすごくいいなと思ってて、一緒に弾いたら楽しそうだなとか思ったり、それとね水泳、なんか日本って結構学校にプールがあって水泳の授業があってって普通だと思うんですけど、韓国ってあんまり水泳の授業はない。クマさんに聞いても水泳の授業とかなかったよ小中高ずっとみたいな。結構ね韓国の方って水泳習ってない方は泳げない方多いんですよ。いざという時に泳げないと困るじゃないですか。こんにちは、ちびもちちゃん元気にすくすく育ってますね。子育てもろもろお疲れ様です。早速質問ですが、とぎもちさんの職業は YouTuber 以外に何をされてるんですか？前に答えてた動画も見たのですが、いまいちわからなくてご回答よろしくお願いします。この質問が意外とねちらほらあったんですね。今までにも結構あったかな。前とぎもちのお金事情動画でちょこっと一瞬触れたぐらいだったかもしれないから、はっきりは言ってなかったのかな。YouTuber をメインにやってるって思われてる方が多いかもですけど、他にもその他もろもろいろいろと仕事はやってます。なんかあんまり細かいこと言うのはあれだなと思って避けてきたんですけど、そうですね、なんか私意外といろいろと興味あるし即行動に移したい派なのでいろんなことやってます今までにしたことのあるお仕事を知りたいです。これも今さっきのお話の関連の質問ですよね。バイトで言う
トねめちゃくちゃやってるんですよ。私学生の頃にいろんな経験がしたくって。なんでよかったらねバイトのお仕事の件で言うと別でバイトのお話動画を出したことがあるので、そちらを見てもらえればと思います。でも私どっかの会社に入って会社員として働くってことは今まで一回もないです。だからちょっと世間知らずなとこはあるんですけど、でも多分今後も会社に入って朝から夕方まで働くってことはないかもしれないな。もし何か仕事をするとかお金を稼ぐってなると自分で何かしたいかも。娘が5月から語学留学のためオーストラリアに行きました。学校に行きながら YouTube を始めるためには何から始めて何を揃えればいいかとか教えてほしいです。語学留学と YouTube どちらもご経験のあるとぎちゃんに教えていただきたいと思います。私は経験がないのでどうかよろしくお願いいたします。 YouTube を始めるのって本当にスマホ1個で今の時代はもうできるから、もうあえてカメラとかも買わなくていいし、こだわらないんだったらマイクとか照明いらないし、あと編集ソフトだって携帯で編集、スマホで編集できちゃうんですよ。本気でガチでやるような人だったらいいもの揃えた方がいいかもですけど、パソコンとかも編集用に本当に最初お手並み拝見で始めていくんだったらもうスマホ1個でいいと思います。だってさ、留学するのとかって絶対荷物とかもさいっぱいだし、いろいろ余計なもの持ってるとね、本当にもう留学期間にもよると思うんですけど、私昔ロシアに留学したことがあって、留学するのに家電とか必要な日用品何も持っていかなかったんですよ。向こうで買えばとか気軽に思ってたし、そしたら向こうに行ったら同じねアパートに住んでた留学生の方から全部もらっちゃったその方がちょうど来週もう帰るから自分の国にっていうので、全部の日用品だからフライパンからミキサーとか、あとお水ねこすやつとか、もう全部日用品全部もらっちゃった。それで私が、日本に戻る帰国するってなった時は今度もう人にあげたりとか、あといらないものは全部捨てちゃって生活に困らない程度のものを現地で買うのがいいと思いますこれ質問とちょっと違ったかなとぎもちさんは何カ国語話せるんですか？教えてください。いつも美味しそうに食べてるのを見て私もたくさん食べたらいいのになって思ってます。これからも頑張ってください。1,2,3カ国語かな、日本語、韓国語、ロシア語、英語はもう全然学校で習ったレベルだからもうこれはカウントしない。ロシア語はロシアに留学してたから検定試験で資格も取ったりとかして話せたけど、もうね結構ブランクがあって8年とか8年以上もう1回も使ってないってなるとほぼほぼ使えなくなっちゃって、私親戚がこの前結婚してロシア人の人と結婚したんですよ。で会って喋ったら簡単なロシア語しか本当に出てこなくって全然もうダメになってた。もう本当にズドストビーチャーとかヤイズチャラスケーズクブニメスチェチャとか本当にもう挨拶程度のことしかができなかったから、ダメだな、もうちょっと勉強し直したいなってつくづく思った。使ってないとやっぱり言語はダメになる。だからほら今私日本語もさ、日本でいる時ほどは使わなくなっちゃったからもう日本語が出てこない。韓国語もそんな上手ではないしねちびもち大食いの気質ありそうどころかもう今めっちゃ大食い。食べ過ぎたらちょっと体に悪いのかなと思って控えさせるけどすっごい食べる。鳥もちさんこんにちは。いつも素敵な動画ありがとうございます。早速なのですが来年から韓国に1年間語学留学するのですが食事が不安です。韓国には旅行で何回も行ったことがあり韓国料理も大好きです。ですが旅行で韓国に短期滞在するのと留学で韓国に長期滞在するのではわけが違ってくると思うのですが、鳥もちさんは韓国で生活してすぐの頃は日本の食べ物が恋しくなったりをしましたか？その時はどのように乗り越えましたか？私も食べることが大好きで食事が命の人間なので食事の面でいろいろ教えてほしいです。韓国やっぱりもう今韓国だけじゃなくてどの国もですけど日本食ってどの国にもちゃんとあるから、もちろんね日本みたいな安い値段で美味しく食べれるってわけじゃないんですけど、そこそこのクオリティでちゃんと日本食屋さんがいっぱいあるからそんなには心配しなくても大丈夫かなと思います。こんにちは。ちびもちちゃん大きくなりましたね。ちなみにカンボですかミルクですか？子育て大変だったことは何ですか？カンボです。ちびもちね粉ミルクは飲んだことないので、哺乳瓶っていうものの飲み方を分かってなくってもう2人目からは絶対カンボにはしない。ミルク哺乳瓶に慣れさせた方が断乳とかする時も楽らしいし、ちなみに子育て大変だったことなんだろう。でもやっぱり今の流れでカンボだったから離乳食とか食事がまだちゃんと
食べ物から取れない時はもう完全に私がちょっとでも離れたら大変みたいな感じでずっといなきゃいけないから、仕事が本当にいろいろとできなくて大変だった。動画で毎回宅配注文してますが、月どのくらいかかってますか？私家計簿をこのアプリでつけてるから、家計簿はまた別で動画で撮るとして、ちょっと宅配の注文の金額だけ1ヶ月分ちょっと見てみようか、試しに。私普段さ、家計簿つけてるくせにさ、見たことないわ。何のためにつけてんだって感じだけど。今月はまだ途中だから、先月分を見ようか。ダメだ。先月日本にいたから半分。2月とかで見ようか。2月のメインチャンネルの出費費用が約5万円ぐらい。1ヶ月で5万円ぐらいだった。どうなんこれって高いのかな？でもさ、私思うけど、美容 YouTuber の人とかすっごいかかってますよね、お金。って考えたら、もっぱん YouTuber はそんなにか。でもね、これ月によります。去年の秋あたりとかだったら1ヶ月に8万円かかってるわ。でも少ない時だと3万とかの時もある。質問ではないのですが、今度ドレッサーツアーしてください。面白そう。私のドレッサールーム。面白くはないけど、また紹介するのもありかな。だとしたらセカンドかもですね。得意な韓国料理は何ですか？旦那様が好きなトゲちゃんの手料理は何ですか？得意な韓国料理は、私トッポギよく作るな。自分が好きだから作っちゃう。でもね、クマッチが好きな私の手料理は、最近だと豚汁めっちゃ美味しい、何これとか言ったりしてた。豚汁すごい喜んでくれた。でも基本はカレー作ると喜ぶ。杉本さんのお友達のダイアナちゃんも元気ですか？元気です。今ダイアナ第2子を妊娠中です。もうそろそろでも生まれますよ。本当にもうここ1週間とか2週間で生まれるみたいです。で、先々週ぐらいも私の娘ちびもち連れてダイアナの遊びに出たと、他の友達ママ友とかも呼んでみんなで集まったりとかちょいちょいしてます。杉本さんこんにちは。今年韓国人の方と結婚のため韓国に移住します。私は韓国に友達が全くいなく、移住後の生活がとても心配です。そこで韓国での友達の作り方が気になります。教えてくださるとありがたいです。私も韓国に結婚をきっかけで来たんですけど、韓国語もゼロで、友達もこっちにゼロでやってきました。で、こっちに来てすぐ語学堂に入ったんですよ。まず韓国語を勉強しなきゃと思って。で、1年間語学堂に行ったら、その間に語学堂で、友達がめっちゃできました。だから今いる友達もその時のつながりの友達がほとんどです。で、ちなみに語学堂なんですけど、やっぱり韓国人はもちろんいないじゃないですか。韓国語勉強しに来てるから。だから外国人ばっかりの友達がほとんどで、今もうママ友も結構外国人ばっかり。むしろ日本人のね、友達が韓国にあんまいないかも。で、質問してくださった方はどうなんだろう、語学堂とか行く予定があるんですかね。もしなかった場合とかは、できるだけいろんなところに参加するっていうことが大事かなと思ったりもします。やっぱり家にずっといて買い物だけでかけるとかだと友達ってなかなかできないので、そういった在韓の日本人の集まりがあるよとか言ったら、そういうとこ行くとやっぱりつながりも増えてくるし、あとは日本人の方が経営されてるお店とかってあったりするじゃないですか。美容室だったりとか、そういうのとかをいろいろ行ってみると、そこから結構友達のつながり輪ができていったりもするし、そういうのでつなげていくのいいかなといつも見ています。携帯で調べたりするときに使う文章は日本語ですか、それともハングルですか？両方ですね。私の携帯は設定から変えれるんですけど、ハングルと日本語とあと英語とっていろいろ出るようにしてあるんですけど、日本のものとか日本のことを検索したいときは日本、韓国のこととか韓国の商品とか検索したいときは韓国語ハングルで検索してます。ネットで検索してヒットしやすい方の言語を使うかなって感じです。いつも楽しく動画を見させてもらってます。質問です。以前モンテクリストの動画の中で歯が欠けて折れてしまったことがありました。その後どうなったか気になってます。歯医者に行かれてたんですか？その歯の形成されたんですか？トギちゃん教えて。これちょっと私結構心配してくださる方多かったんですけど、折れたまだいかないです。欠けてるだけ。今もちょっとこれほら、こっちの前歯のここちょっとガタガタってなってるんですけど、そんなに生活に支障はないぐらいなんで、そのままです。何にもしてないです。ちょっと欠けてます。とぎもちさんは身長体重はいくらですか？便秘はしませんか？毎日見ています。身長と体重の質問って今までめっちゃ多くって、はっきり言ってないんですけど、でも身長は162ぐらいかな。161の時もあるし2の時もあるし、で162センチの体重が、これ
れさ、はっきり言うのあれだな。まあ大体でいいか。40キロ台です大体すぎるかな。またいつかさ、体重に乗るシーンを映して、はい、今何キロですがやりたいねいつも楽しく拝見しております。質問です。韓国での移動、交通系に役立つおすすめアプリ等ありましたら教えていただけたら嬉しいです。特にそんな珍しいものは私使ってないんですけど、でも韓国で移動手段とか交通で便利なのといえばもうネイバーマップですよね。ネイバーマップがあればもうどこでも行けちゃう。なんかこう場所を検索して目的地で指定したら、そのまま歩きか車か公共交通手段を使うやつかでこの3つから選んでその場所まで行くみたいな感じで、普段もうネイバーマップばっかり使ってます。あとはね、タクシーとか乗る方だったら、私がいつも使ってるのがカカオタクシーのアプリ使ってます。ここで目的地さえこう打ち込んで指定したら、そのままこのカカオタクシーのアプリでタクシーをね呼び出せるんですよ。なんか位置も勝手に携帯で特定してもらえるから、自分のいる位置に車がそのままタクシーが呼び寄せてきてくれて、タクシー呼び出した瞬間にもうお会計も済んじゃうから、でぼったくりにも合わないっていう、すごい助かる。で目的地もいちいち車乗って言わなくてもいいし、もうタクシーの方がもうデータで入っちゃってるからめちゃくちゃ便利だなと思います。韓国はトイレが水洗ではないと聞きますが、トギちゃんのお家もですか？トイレットペーパーはゴミ箱ですか？気になります。最近韓国ももう水洗がかなり多くないですか？私がね数年前だから結婚する前韓国旅行来た時はまだね、外とかでゴミ箱の中にトイレットペーパーを捨てるっていう習慣っていうか、ああいう場所が多かったんですけど、家に関してはもう引っ越してきた頃から普通の家は大体水洗です。もう普通に流れます。トイレゴミ箱とかに捨てないです。ちゃんとウォーターサーバーもついて、ウォーターサーバーついてない、なんでだ噴水じゃないけど、お尻にバーってお湯当てるあれもついてるしなんか出てこないわ今とぎもちさんがハマってる食べ物は何ですか？今の時期だから麺うどん、もう私の大好きな麺うどんがあるんですよ。冷たいうどんです。韓国のやつちょっと日本とは種類が違う。とぎもちさんの一番好きなポケモン教えてください。可愛いぬいぐるみたちが並んでたのでヤドンかな。ヤドン可愛い。でもう次最後からにしようかな。ごめんなさい、山ほどまだあるんですけど、もう次最後。クマッチはトギちゃんの何倍かできますか？やばい、これ選んじゃった。何倍だろう。収入がわかんないからわかんないやはい。ということで、以上です。まだまだね、いっぱい質問くださったから、もう答えたいのいっぱいあったんですけど、ごめんなさい。もうね、多くなりすぎたから、ちょっとこのぐらいにしときます。またね、ちょっと機会があれば、残りの質問を答えるっていう動画も出していいかなと思うんですけど、またね、ちょっと開けたいかなと。っていう感じで質問コーナーをやってみました。たくさんの質問、本当にありがとうございました。まあね、質問の中に、毎回一番上とかに、いつも動画見てますとか、楽しませてもらってますとか、そういうコメントがあって、一回一回ね、ありがとうございますっていう言葉をね添えようと思ったけど、それを添えるとコメントが長くなっちゃうと思って、ちょっとごめんなさい、添えれてなくって。すごくね、見てくださってる方のありがたいコメントというか、そういうお言葉もね嬉しく読ませていただきました。本当にありがとうございます。まあ私の視聴者さんって日本人の方が多いから、私みたいなちょっと在韓で韓国に住んでる日本人っていうのの現状とかをね、いろいろとお伝えできたり、何かねお役に立てる情報を提供できていたらすごく嬉しいなと思います。以上、とぎもちの質問コーナー回答動画でした。